広告業界の同窓会が開かれた夜、取締役尾形真紀子は誰よりも堂々と会場へ乗り込んだ。鏡に映るのは15年間この業界の頂点に立ち続けてきた顔だった。この業界で私にかなう女はいない。元同僚の滝川誠一はその人影を見た瞬間、笑顔が固まった。まだ来てたのか、あの人。真紀子は気づくと迷わず歩み寄っていた。昔と変わらぬ支配的な笑顔を携えて。滝川くん、久しぶり。あなたも来てたの？愛想笑いの裏で誠一の目は少しも笑っていなかった。ええ、まあお久しぶりです。かつての部下たちは真紀子を見ると静かに視線をそらした。しかし彼女には届かなかった。みんな私を恐れているだけよ。15年前、真紀子が指導と呼んでいたものが毎日あの部屋で繰り返されていた。これが仕事と呼べるの？あの子のことなどもうとっくに忘れていた。そう思っていた。あの子とっくに業界から消えたでしょうね。誠一のスマホに短いメッセージが届いた。今夜行きます。黒崎直からだった。来た、本当に来たんだ。その瞬間、会場の空気が変わった。誰も声を上げていないのにざわめきが広がった。直は誠一の隣に立つと、誰にも聞こえない声で静かに告げた。滝川さん、今夜は全部終わります。そしてその瞬間が来た。二人の視線が15年の時を超えて交差した。お久しぶりですね、尾形さん。真紀子は反射的に笑顔を作った。しかしその笑顔は一瞬だけ崩れた。真由住さん、まだ業界にいたの？直の答えは静かで、しかし取り返しのつかない重さを持っていた。ええ、対抗グループで来月から代表に就任します。対抗グループ、年間契約額十数億。真紀子の会社が最も依存するくらい安堵だった。嘘、なんで？誠一はグラスを握りしめたまま遠くの二人を見つめていた。そうか、直さんはずっと準備していたのか。真紀子の口からおめでとうという言葉がまるで砂を噛むように出てきた。おめでとう。ありがとうございます。でも今夜は昔話をしに来たんです。直がバッグに手を入れた瞬間、会場の温度がまた一段下がった。15年前のことを皆さんも覚えていますよね。真紀子の手が気づけば直の腕を掴んでいた。何をする気？ここはそういう場じゃないわ。直は一切の動揺を見せず静かに腕を引き抜いた。では2人で話しましょうか。個室の扉が閉まった。外の喧騒が遠い世界のことのように感じられた。脅しのつもり？私には関係ないわ。タブレットの画面には15年分の記録が静かに並んでいた。真紀子の顔から計算された笑顔が消えた。これはどこで手に入れたの？直の声は静かだった。怒鳴ることもなく震えることもなく。あなたが私を毎日怒鳴り続けた1年間、すべて記録していました。真紀子はついに取り繕う余裕を失った。あれは指導よ。あなたが使えなかっただけ？直の声のトーンは変わらなかった。それがかえって重かった。あなたに潰された翌月、私は3ヶ月入院しました。ご存知でしたか？真紀子は初めて黙った。相手が人間だったと今さら気づいたように。直の言葉は続いた。穏やかに、しかし刃のように。でも後悔はしていません。あの経験があったから対抗まで登れた。むしろ感謝しているくらいです。真紀子は初めて自分が追い詰められた縄にいることに気づいた。じゃあもう終わった話じゃない。過去のことをいつまでも。直の指がタブレットの上で静かに動いた。対抗グループは
御社との契約を来月で終了します。理由書はすでに送ってあります。その言葉が届いた瞬間、マキコの中で何かが崩れた。太鼓との契約が切れたらうちは終わる。ナオは振り返らなかった。一度も。会社のことは会社で解決なさってください。私には関係のないことですから。かつて誰にも頭を下げたことのなかった女が今震えていた。待って、話し合いましょう。お金でも何でも。15年間ナオが封じ込めてきた感情がその目に宿った。お金で解決できると思っているうちは、あなたはまだ何も分かっていません。廊下に立つ聖一の耳に個室の中の声が届いていた。ナオさん、 15年前、聖一は全てを知りながら何もしなかった。聖一は遅すぎると知りながらそれでもドアを叩いた。ナオさん、俺からも話させてください。ドアが開き、二人の視線が交わった。あの時止めなかったのはあなたも同じですよね。聖一は何も言い訳をしなかった。ただ頭を下げた。ごめん、本当にごめんなさい。ナオの目がほんの少しだけ和らいだ。滝川さんへの話は別の機会にします。部屋に一人残されたマキコは震える手でスマホを握った。社長に連絡すればまだ間に合う。電話口から流れてきた声はマキコが最も来たくなかった言葉だった。社長、15年かけて積み上げたものが今夜すべて終わった。ナオは窓の外を見ていた。何かを確かめるようにゆっくりと。やっと終わった。でもなぜか涙は出なかった。この15年間でもう全部泣いてしまったから。個室の扉が開いた瞬間、会場の視線が一斉に集まった。話はもう広まっていた。かつて女帝と呼ばれた女はその夜を境に業界から姿を消した。聖一がナオの隣に並んだ。二人は並んで夜景を見ていた。ナオさん、これからどうするの？仕事をします。それだけです。あの夜から3ヶ月後、対抗グループは業界最大のキャンペーンを打ち上げた。その指揮を執ったのはかつて一度潰された一人の女だった。面白かったらチャンネル登録お願いします。